お世話になっております。まさるです。前回は TCP/IP について一緒に学習しました。TCP/IP はインターネット環境で IP を使って通信するためのプロトコル群の総称だというお話をしました。今回は TCP/IP の心臓と言われる IP について掘り下げて一緒に勉強していきたいと思います。それでは始めていきましょう。IP は OSI 参照モデルのネットワーク層に属しています。ネットワーク層の役割は宛先まで届ける経路を規定してくれる役割です。具体的に IP は大きく3つの仕事をしてくれています。1つ目は IP アドレス、2つ目がルーティング、3つ目が分割と再構築です。1つずつ見ていきましょう。まず IP は IP アドレスとしての役割があります。TCP/IP で通信するためには必ず IP アドレスを設定しなくては通信できません。IP アドレスは一般的によく知られているので、なんとなくイメージできる人も多いですよね。IP アドレスの詳しい説明はまた別の動画でお話しさせてください。現時点では IP アドレスはコンピューターで通信するための住所のようなものだと理解しておいていただければ大丈夫です。少し前に話した MAC アドレスと IP アドレスは大きく違いがあるので、ここで簡単にまとめておきたいと思います。MAC アドレスはデータリング層で使われる通信先を識別するための情報です。同一ネットワーク内であれば MAC アドレスを使って通信先を識別します。一方 IP アドレスはネットワーク層で使われる通信先を識別するための情報です。ネットワークに接続されているすべての様々なネットワークの中から通信先を識別します。IP アドレスの方が対象がより広範囲であると言えます。MAC アドレスと IP アドレスは活躍する層が違うということはしっかり意識しておきましょう。次にルーティングです。ルーティングは経路制御とも言われます。ルーティングは宛先までデータを届ける機能です。ネットワークは迂回路を作って障害発生に備えたり、特定の通信を制御していたりします。つまり迷路のような作りになっていることが多いんです。そのような迷路の中でもどの経路を使って宛先までデータを届けるのか、その経路制御をしてくれているのがルーティングという機能です。この経路制御があるおかげで世界中で通信することができています。少し情報を補足しますが、経路制御がもしうまくできていない場合、通信はぐるぐると同じところを回ってしまうことがあります。このような事象をループすると言ったりするんですが、ループした通信がずっとぐるぐる回っていると、通信のリソースを使い続けてもったいないですよね。なので TTL という情報を使ってずっと不必要な情報が存在しないように設定することができます。TTL の値は最大で256。ルーターを1つ通過するたびに TTL は1つずつ減っていき、0になったらデータは破棄されます。TTL を使って無駄な通信がずっとネットワーク内に発生し続けないようにしています。そして最後は分割と再構築です。最後ちょっと難しそうな感じがしますが、パケット通信の概念が理解できていればそんなに難しい話ではありません。パケット通信は大きなデータをパケットと呼ばれる単位に分けて小分けにして相手に送る方法です。パケットと呼ばれる単位に分けて相手に送ることで回線を共有することができるといった特徴もありました。ただデータを小さくして送った場合でもトラブルが発生する可能性があります。例えば送りたいデータが4500バイトあるとします。4500バイトそのまま送ると大きすぎるので1500バイト分ずつに分けます。なおイーサーネットのフレームは最大転送単位が1518バイトです。最大転送単位のことを MTU と言ったりしますが、 MTU についても詳しく別の動画でお話しします。今回は分かりやすく最大で転送できる大きさを1500バイトとします。4500バイトは1500バイトずつに分かれます。すべての経路で MTU が1500で通れればいいのですが、経路中に MTU500 のネットワークがあったとします。1500のままだと MTU500 を通すことができません。この場合1500バイトのデータを分割処理します。この分割処理のことをフラグメンテーションと言います。分割処理は名前の通り大きい情報を分割して小さい情報にすることです。IP ではどのように情報を分割したのか、そのような情報をヘッダに書き込みます。
フラグメンテーションされた情報はそのまま宛先まで届きます。経路中の MTU が 1500byte であったとしても、ルーターで再構築することはありません。再構築するのはデータを受け取った受信者です。データを受け取った受信者は分割された情報を分割時の IP ヘッドの情報を見て再構築を行います。これが分割と再構築という役割です。ここでも補足をしますが、分割と再構築を行うとルーターに負荷がかかったり通信効率が下がってしまうので、分割と再構築はできるだけ発生しないようなネットワークを作るのが好ましいです。発生させないような仕組みとして PassMTU Discovery という仕組みがあります。この仕組みを使うとあらかじめ経路中の最小の MTU を確認することができるので、最小の MTU に合わせて最初からパケットを作ります。このようにして送ってあげれば途中で分割されることがないので、効率の良い通信を行うことができます。それではここまで IP の3つの役割についてお話ししました。最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は IP とは何かについて一緒に勉強しました。IP の役割は大きく3つです。IP アドレス、ルーティング、分割と再構築です。IP アドレスというのはコンピューターで通信するための住所のようなものだと説明しました。そして MAC アドレスの違いについてもお話ししています。MAC アドレスはデータリンク層でネットワーク内で識別するための情報です。IP アドレスはネットワーク層でネットワーク全体の中で識別するための情報です。そしてルーティング。ルーティングは宛先までデータを届ける機能です。ルーティングのことを経路制御とも言ったりします。経路制御がうまくできない場合は無駄な通信がいつまでも存在することになってしまうので、このような無駄な通信を防ぐために TTL という仕組みがあるという話もしました。最後に分割と再構築についてお話ししました。分割のことはフラグメンテーションとも言います。経路中に最初の MTU よりも小さいネットワークを経由しなければいけない場合、フラグメンテーションを行いデータを分割します。ただ、フラグメンテーションを行うとルーターに負荷がかかってしまうので、極力発生させないことが望ましいです。フラグメンテーションを発生させない仕組みとして PassMTU Discovery というものもありますので、ぜひここも覚えておきましょう。それでは今回は IP をテーマに一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか？もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。